デザインのいいガジェットが好き。こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっといつものガジェットレビューとは異なるというか、今回ちょっとタイトルにもある通り、デザインのね好きなガジェットとかについて、まとめるシリーズみたいなのをやっていこうかなと思います。最近ね、ちょっと前にも Vlog アップしてるんですけど、本当にいろんなもののデザインについてなんか見ていくっていう機会がすごく多くてですね、世の中こういうガジェットの数だけ全てちゃんとねデザインされて企画されて世に届けられているものなので、そこを意外と深掘りしていくと、こういう風に作られてるんだとか、こういう意図でちゃんと届けられてるんだなみたいなところがねすごく分かるとめちゃくちゃ面白いし、自分が使っているガジェットもねすごく好きになるので、そういうね感じで動画を撮っていこうと思います。今回はね第1弾というところで、本当にねこういう企画をやったら一番最初に紹介したいと思っていたこのライカ T っていうライカ TL2 ですね。ちょっと前のカメラなんですけど、これについてちょっとお話ししていこうかなと思います。ぜひねコメントをいただけるとすごくねモチベーションというか嬉しいので、コメントをしつつ動画を見てもらえると幸いです。というわけで早速いってみましょう。はい、というわけで早速紹介していくんですけども、こちらがライカ TL2 です。めちゃくちゃミニマルですごく美しくないですか？この息を飲むようなミニマルスタイリッシュなデザイン造形が最高に好きで、まずねこういうデザインが好きなものについてお話ししようかなと思った時に一番最初に紹介したかったのがこのカメラですね。個人的にはガジェットの中でもトップクラスにこの好きな形をしています。この近くから見てもこの鈍く光る光沢感、このアルミ削り出しのボディがものすごくかっこいいです。この横から見ても本当にこのスタイルだし、すごく僕が好きなのがこの上から見た風景ですね。カメラを首からぶら下げるとこういう感じで見ることができるんですが、こうやって見た時にこのレンズとあとこの電源ボタン、カチッとこの電源のところとファンクションボタン、そしてこの何の刻印もないダイヤル、このデザインすごいですよね。このミニマルな風合いが最高に好きだなと思っています。このライカ TL2 についてお話ししておくと、もともとはね2014年にライカのカメラが100周年を迎えたんですけど、その時の記念モデルとして誕生したライカ T っていうものがあって、それとね同じようなボディを搭載した3世代目のカメラっていう感じですね。ライカのカメラでいうと結構ねこのライカ M シリーズみたいなクラシックな造形デザインのカメラが主流というか認知度が高いかなと思うんですけど、こちらはね100周年の記念というところで極限までデザインを優先っていうか、もう本当にカメラとしての要素を極限まで絞り込んでミニマルなね設計にしたっていう、もうこれライカにしかできないんじゃないかっていうカメラなのがこのライカ TL2 っていうわけですね。このカメラ自体はアウディのデザインチームがライカと協業しているそうで、かなりこのなんていうか車的なスタイリッシュなこういうね造形美を感じますよね。でライカ T シリーズに関してはこんな感じですごくミニマルなコンパクトカメラかなっていう感じはするんですが、実はこれカチッと回すとレンズが取り外しできるようになっています。ここはね APS-C のセンサーを搭載していて、僕が今つけてるのが換算 27mm かな。だいたい iPhone の広角カメラと同じぐらいのレンズを使っているんですが、他にもね、50mm 相当だったりマクロの大きい 90mm のレンズだったり、そういうねいくつかこういう本体のカラーに合わせてレンズのラインナップがあります。でマウント自体はね L マウントなので、ルミックスとかシグマ FP とかあの辺のねレンズが流用できる形になっていて、でかつこのね、アダプターがこれあるんですけど、こういうアダプターをカシッと
ガシッとね装着して、こういうタイプのこの M マウントレンズをガシッと取り付けることができるので、普段ね M マウント、ライカ M10 とかそういうカメラを使っている人でも、気軽にこのコンデジ的な雰囲気でね遊ぶカメラとして使えるっていうところも個人的にはね好きなポイントですかね。普段はねスナップシューターみたいな感じで使っていて、こんな感じのね写真を撮っています。本当に何気ない風景ではあるんですけど、思った以上に結構ダイナミックレンジが広いというか、割とねこう明るさをガッと上げたり、なんかシャドウを上げたりしても結構破綻しないような雰囲気になりやすいので、結構このレンズを含めてなんか意外といい写真撮れてるじゃんみたいなことが多いですね。これのすごくいいところってめっちゃコンパクトなんですよ。GR シリーズ、リコーの GR とかと比べるとね、重さはあるし厚みもあると思うんですが、この感じで持ち歩けて、しかもこれ電源をパッとオンにしてもこのレンズの共同部分の長さが変わらないんですよね。これがすごく、スナップシューターというか、いつも持ち歩いて使うカメラとしてはかなり使い勝手が良くて、撮りたいなって思った瞬間にこうポケットの中で電源をオンにするんですよ。でそれでこう構えた時にはすでにこう電源が入っていて、すぐにこのオートフォーカスでカシャッと撮れるっていう、ここのなんというか所作というか、ここまでデザインされているところがすごく好きなポイントですね。かつこのレンズ自体も iPhone と同じぐらいの画角なので、なんとなくスマホで写真を撮る距離感を想像しておけば結構ねいい感じのスナップが撮れるから、今は僕はこのレンズを愛用しています。とにかくボディとのこの相性というか雰囲気もすごくいいですよね。でちなみにこのねボディ自体はドイツ製なんですけど、レンズはなんと日本製なんですよ。こんな感じでこのレンズメイドインジャパンなんですよね。どのメーカーが作ってるんだろうっていうのはすごく気になるんですが、パナソニックは L マウントだし、割とね他の今までのライカのカメラとかとも協業してるからパナソニックなんじゃないかなとは思いつつ、実際のところはちょっとねわからないという感じですね。上から見てもすごくかっこいいんですけど、こっちから見るとかなり印象的だと思います。普通カメラって結構ねここにボタン類がたくさんあるんですが、これは本当にスマートフォンと同じようにディスプレイがあるのみなんですね。でこうやって電源を入れるとこんな感じですぐに撮り始めることができて、で全ての操作をこうやってねタッチパネルで行うっていう、カメラの中ではかなり極物というか珍しい操作のカメラっていう感じです。ここの後ろ側をパッとスライドするとこれ電池になっていて、ここがアルミになっている電池です。SD カードとか USB-C の充電ポートとかはここに備わっています。この部分で内蔵のねストレージもそれなりにあるので SD カード忘れても写真が撮れるっていうところがすごく魅力的ではありますね。でこのボディに関しては実はねアルミ削り出しの無垢ボディとなっています。この話が結構面白くて、これもともとはね 1.2kg のアルミブロックらしいんですよ。それをガーって機械で削り出して 94g まで削減します。削り出した後にこの滑らかな質感を出すためにドイツでね職人が一個一個45分かけて磨いてるらしいんですよね。でこれ結構すごくて、実は YouTube 上にその工程の映像が残っていたりします。こんな感じすごくない？このね 1.5kg ある 1.2kg あるアルミボディをガーって機械で削り出して、どんどんね小さくなっていくんですが、よいしょ、このサイズになるんですよね。でこのサイズのものをこういうね紙やすりとかなんか水で使うこういうね削るやすりとかでゴリゴリと削っていくっていう、この何分だ44分43秒の工程が動画でまとまって紹介されてるんですよね。これはすごいですよね。なかなかこういうなんか開発ストーリーとかって結構ね記事とかであったりするんですが、この実際のこのなんかポリッシュしてるような、実際にこう研磨してるような様子って映像で残すっていう考えに至らないと思うので、
この辺はやっぱりすごいライカだなっていう感じがします。ここがねすごく話題になったところでもあるんですけど、本当に45分間こうやって削ってるだけなんですよね。こうやって面積の大きいところはガーってね削ったり、あとはこう水を使って細かいところをね研磨していくっていう工程があって、この角の部分とかですよね、ここの処理もね本当に美しい。これ T なのでちょっとねより角張ってるんですけど、 TL2 になってもう少し丸みを帯びたこの感じになったんですが、こんな感じでゴリゴリとね研磨していく様子が45分間にわたって紹介されてるんですね。これがかっこいい。こういうところまで見せてくれるっていうのが最高です。あんまりこう近くから見せるのが難しいんですが、それによってこの柔らかな質感とこういうこの辺の部分の処理がされているっていう感じなんですね。いやかっこいいですね。このボタンの雰囲気とかダイヤルのこのカカカカっていうのもいいし、この電源を入れた後にこう赤ポチが消えるんですけど、このシャッター音もすごく好きなんですよね。でちょっと触れておきたいところで言うと、カメラ自体もすごいんですけど、このね箱自体もすごくリッチなんですよね。最近もうこういうのないんじゃないかなっていう感じなんですが、これガシッと開けると、よいしょ、ちょっとレンズのね画角が焦点距離が近すぎるので前方は映せないんですが、こんな感じでこういう風になってるんですね。開ける時これをこうパカッと開けると、ここに本当はカメラが入っていて、こう開けると本当はねこんな感じでライカ TL2 が入っているっていうところなんですね。この箱だけでもすごくかっこいいんですが、実はこれ引き出しみたいになっていて、この引き出しでここをねこうスライドさせると、この中に説明書が入ってたりとか、こういう感じでストラップが付属していたりと、すごくね最近の環境に配慮したパッケージもすごくいいとは思うんですけど、やっぱり結構この開封の体験ってすごく大事なので、この磁石が埋め込んであってピタッとくっつく感じとか、やっぱりこの買った瞬間からテンションが上がるっていうところがライカ T シリーズのすごくいいところかなと思います。そういうところを含めて本当に見た目の造形だったりとか、なんか体験というかデザインみたいなところがすごく好きなカメラです。で僕が初めてライカ T シリーズを手にしたのが2018年とかだったと思います。6、7年前の話なんですけど、当時はねめちゃくちゃこの T シリーズ安くて、これだけ労力をかけて作られているにもかかわらず意外とね人気がなくて、5、6万円ぐらいで買えたんですよね。当時の T シリーズに関しては。で僕が持っているこの最終機である TL2 に関しては2022年にね生産が終了してしまったんですけど、その時ぐらいにね購入した時はこれもね13万円ぐらいだったんですよ。これだけ美しい造形のカメラって今後なかなか出てこないだろうし、これだけ手をねかけてそれで売り出されるって全然人気はないけど手にしておきたい、これは持っておきたいと思ってね、13万円ぐらいで購入したわけで、すごく実際に使ってみて体験としても写真のねクオリティとしてもすごく良かったのでもう一回買おうとしたんですが、今これ30万円ぐらいになっちゃってるんですよね。なんかもう生産終了してからちょっとずつやっぱ買えばよかったみたいな人たちがね購入してプレミア化するってよくある話だと思うんですが、ライカ TL2 に関してもまさしくその傾向があって、すごくちょっとね自分的にはやっぱり残念です。なぜそもそもライカ TL2 はそんなに人気がないのかっていうと、見た目とかこのね雰囲気はすごくかっこいいんですが、カメラとしてはちょっとね使い勝手がそこまで良くはなかったんですよね。僕はねすごい好きなんですけど、そもそもライカってやっぱりライカ M10 だったりとかライカ M シリーズだったりとか、あと最近すごく人気なのがライカ Q シリーズっていうのがあるんですけど、こういうねフルサイズセンサー至上主義みたいなフルサイズセンサーを搭載してるライカのクラシックな感じの方がやっぱり王道で、ライカ TL2
2をまず買おうっていう感じにはならないんですよ。本当にねこれ自体は APS-C っていうセンサーもそうだし、ちょっとね、先進的すぎるカメラというか、やっぱカメラで本当にガチで使おうとするとこのダイヤルが足りなかったりとか、あとタッチパネルとかね、この中の処理能力的にも当時からするとね、やっぱりちょっともっさりしてる感覚はあったみたいなので、慣れてくるとねそんなに問題なくて、ここに位相を割り当ててこんな感じで位相をね変えたりとかできるので、そんな困らないところではあるんですが、やっぱりこの辺の操作性とかも含めてちょっとねとっつきにくいカメラではあったので、比較的安価に売られていたんですが、残念ながらね今はプレミア化してしまっています。はい、というわけで今回はライカ TL2 についてお話ししてみました。いやめちゃくちゃ楽しいですね。結構レビューってなると割といろんなねカメラの比較とかをして、ここがいいここが悪いとかね、ケチをつけるじゃないけどそういうことも割と必要になってくるんですが、ただ自分が持っていてすごく好きだなと思うものについて話すと、なんか心がすごくすっきりする感じがあって最高です。普段ね本当に自分が使っているものについて調べるっていうことは、本当スペックとかそういう機能性のことがメインだとは思うんですけど、実はこういう作り方をされているんだよとか、こういう意図があって作られてるんだよみたいなのを知るとね、もっとファンになるというか好きになることができると思うので、これからもねこういうデザインの好きだなと思うガジェットについていろいろね背景から深掘りしていくみたいな動画撮っていこうかなと思います。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ぜひね気に入っていただけた方はチャンネル登録とか、あとは本当にねコメントいただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひねコメントもしていってください。というわけで次の動画でお会いしましょう。とばログでした。